そもそもうまく描けない理由はもうこれ。まず実はやるべきことって、あなたにとってうまい絵、目の前にある絵を最大限に再現すること。これがですね、脳みそにすごい負荷というかストレスが加わるんですよ。これなんでかっていうと、自分の思い込み、認識、と自分の指先に誤差があるから。何が描けてて何が描けてないか、自分がどの程度の絵描きなのかということが事前に分かっていて、それに対してどんな練習をしたらいいのかということがですね、正確に分かってたら、これ最強なんですよ。だけど実人性ゲームというのはですね、ネットを調べてもですね、自分のスペックって出てこないでしょ。なので自分のスペックを、自分でですね、いろんなことをやりながら、これかなあれかなってですね、押し量って、認識していく必要があるんですよ。でこの時重要なのが、課題評価も過小評価も間違っているということです。課題評価は何がダメかというと、必要な練習をしなくなりますよねとか、必要なその負荷を加えなくなりますよね。自分でできてるんだと。過小評価も間違ってます。本来できる、今できることをやらなくなりますよね。よくですね、自分はどうせダメなんだ、どうせ下手なんだっていう人、あるあるはですね、過小評価することによって安心したい人、自分は書けないんだということで、実際うまく書けなかった時の逃げを打つというか、ただね、その時にね、こう言えばいいんですよ。私はこのぐらいのプロよりは下手ですとですが、そこそこ書いてますので、全然書いたことない人からしたら、そこそこうまく見えるかもしれないですが、プロを目指している私としては、今の画力っていうのはこの程度ですよと。なるべく自分の状態を正確に忠実に言葉にするということを心がけるといいと思いますよ。というのはね、自分の口から出る自分の評価っていうのがですね、自分が今後やる練習だったり行動を変えるからなんですよね。自己評価っていうものが、プラマイゼロじゃな方がいいよっていう考え方、ずっと今言ってましたよね。それとですね、目の前にある絵を忠実に描こうねっていうのは、いわゆる思想っていうか考え方としては、切り口としては同じです。要するにですね、目の前の現実から目を背けないというか、目の前の事象というか出来事、現実、物事、形をですね、なるべく忠実に理解し、誤解なく理解し再現する。それをね、一番鍛えるのにいいのが模写ですよね。目の前にある絵を正確に忠実に模写する。でその時に正確に忠実に模写しようとすればするほどですね、これね、みんなめちゃくちゃやっちゃうのが、線を再現しようとするってやつです。一本一本のバラバラの線を線追いで再現しようとします。そうするとですね、これ真面目に、頑張って忠実にやろうとすればするほどですね、線追い模写をしちゃいます。線追い模写をすると応用力ないです。しかも、やっぱり全体のバランス悪くなるし、どっちかっていうとですね、まっすぐな絵になったりするんですよ。元のうまい絵っていうのはね、カーブがしっかりついてたりとか、躍動感があるんですけれど、これがですね、だんだん棒立ちの方になっちゃうんです。ということが書けないな自分はと。わかります？これ自覚大事。いきなり忠実に再現なんか誰もできないんですよ。だからね、今言ったような話もう皆さん聞いたわけですから、じゃあやっぱり角度とか、あと全体の流れ、バランス、比率、をやっぱり、再現するように模写してみようかなという自覚ですよね。まず自覚っていうのは何かというと、自分はこう描けないんだよねという傾向ですね。傾向。自分は絵がまっすぐになっちゃう、単調になっちゃう、自分の手癖でこのような形で描いてしまうという傾向を認識していて、それに対して対策をするんですよ。はい、そうならないように意識する。何度も見直す。はい、誰もがですね、そんなのね、いきなり描けるわけないじゃないですか。いきなりうまい絵なんで。だけど今上手い人っていうのはですね、大昔に通過してて忘れちゃってたりするんですよ。で僕の場合はですね、それ19とか20歳ぐらいからね、本格的に書き始めたわけだから、それを覚えてるっていうのが自覚があるんですね。あと僕はこうなんか言語化するのが好きだったり得意だったりするので、それをねこうやって喋ってますけれど、その自覚を持って対策をするというのがですね、とっても大事なのは、今できないことを悔やんでもしょうがないじゃないですか。そうじゃなくて、書けないなという自覚を持った上で対策をするんですよ。それじゃあ自分の自覚持つ方法ってどうしたらいいのって言ったらですね、辛くても悲しくてもいろんな人に見せていろんな反応を見る。
はい、もちろん SNS のねいいね数とかも一つ参考になるかもしれないけれど、ただそうするとね SNS 病みたいに ならなくもないんですけれど、できればリアルな人間に見せて反応を見る。そしたら自分はこの程度だな、あの程度だなっていうことを、自覚を持つ。そして自分より上手い人、はどういうふうにやってるのかな、自分より上手くない人は、今からどんなことをするんだろうなっていうのをちゃんと全部見ましょう。そして自分が何なのかをちゃんと知りましょう。それがないと、スタートラインに立てませんから。